こんにちは、漫画素材工房です。本日はこちらのイラストを添削していきたいと思います。作者はシエロ様です。正直これいただいた時にどこを直せばいいのかかなり頭を抱えてしまったんですけれど、多分プロの方だと思います。色塗りとかもう全てにおいて完成されていますし、正直どうしようかなと思ったんですけれど、ご本人によりますともっとクオリティを上げたい、人体の理論づけた作画をしたいので、解剖学を通して見た違和感のあるところを添削してもらえると嬉しいですということで、これはおそらく難癖付けみたいな感じになってしまいそうなんですけれど、解剖学的な視点で見た場合のこのディティールというのをちょっと探っていきたいと思いますね。まず私が一番気になった点なんですけれど、この脇の部分ですね。このおっぱいの付け根と胸のつながりを見ると完全に途切れているような状態なんですね。ですが、胸と腕の構造を考えると、まず胸の筋肉である大胸筋というのは腕につながっています。この大胸筋の付け根が肩の三角筋の下についていて腕と一体化しているので、肩を動かすと胸も一緒に動くような仕組みになっています。それでこのおっぱいというのは大胸筋の上に乗っている脂肪です。つまり一つの肉塊なので、肩を動かすと胸、肩、おっぱいは連動して動くんですね。なので本来この脇の部分は胸から腕へとつながっていて、そしてここには結構厚みがあるんですね。この胸から腕につながる線があって、その下から腕のラインが出ていて、この2つの立体が脇のくぼみを作っています。でこの部分はフェチポイントというか、脇フェチの中にはここが性癖ポイントだという方が結構いらっしゃると思うんですよね。なのでこの脇周りはかなりこだわって描いていらっしゃる絵師さんがたくさんいると思いますので、そういった絵師さんの絵を集めてどういう風に表現されているかを見てみるといいんじゃないかなと思いますね。ここ本当にかなり厚みがあるんですよね。腕の動きによってちょっと薄くなったりもするんですが、基本的には脇の立体を作る大事な構造の一つなので、ぜひ自分の脇を見て確認してみてください。有料版の上級プランになりますが、私のコンテンツですと肩の可動のまとめで詳しく画像解説をしていますので、概要欄にそのリンクを貼っておきますね。よろしければぜひチェックしてみてください。そして次のポイントは首と肩周りですね。この肩を上にクイッと上げた動きは挙上という動きなのですが、ちょっと忘れがちなポイントがあります。首と肩のつながりを自然に描くのが難しい動きでもあるんですね。この絵は煽りのアングルなので角度的によく見えないというのもありますが、肩と首周りが可動しているにもかかわらず首が垂直な円柱のままで描かれているので、ちょっと肉感が足りないかなという印象です。まず先ほど言った肩の挙上と首のつながりですが、ここには実際僧帽筋という筋肉があって、どれだけ肩を動かしてもこの僧帽筋というのは常に見えるんですね。首の後ろから肩にかけてついている筋肉なんですけれども、この僧帽筋が首と肩を自然につなぎますので、このように曲線ラインを引いてあげた方がパーツのつながった肉感のある首になるかなと思います。首は一般的には円柱で捉えるのが基本なんですが、実際には中に骨が通っている肉の筒と考えるのがより良いですね。下を向くと喉の肉が圧縮され、そこにシワができ、逆に首の背面は肉が伸びるんですね。そして上を向くとこうやって喉が伸びて後ろ側の肉が圧縮されるという感じで、蛇の胴体のようなものを想像していただければわかると思います。この絵の動きだと胸を張った分だけ首が下に向くはずなんで、ここに喉の一体がありますので、この圧縮された喉を想定し、さらに首の後ろから僧帽筋を肩につなげてこんなシルエットをとってあげると、もう少し自然な肉感が出るかなと思いました。そして次がこの肩のラインですね。この肩に合わせて胸郭を探っていくと、胸郭がもっと横を向いている印象を受けるんですよね。肩を見ずに胸の部分だけを見ると正面寄りの斜めアングルで描いてあるので、ちょっと肩と胸のアングルにズレがある気がします。なのでこの奥の方は胸で隠れて見えない感じでもいいかもしれません。そして次に顔というか眉ですね。あくまで解剖学的な構造で言いますと、眉頭というのはこのように目頭とずれた位置にあります。だから眉頭と目頭に対してこういう流れが発生するので、この場合眉の位置は構造的にはここに書きます。
眉頭が目頭の前に来るのが基本ですね。ただこの作者さんは意図的に多分デフォルメをしていて、多分この方の性癖なんじゃないかなっていうぐらい狙って描いているような気がするんですよね。で、口も横にずれていて、解剖学的に言えば口は正中線に合わせて鼻の下に配置するんですが、これは本当にデフォルメの技術で、あえてちょっと崩すことでこのアニメや二次元っぽさの可愛さを出すというれっきとしたテクニックなんですよね。だから眉の位置に関してもあえて狙いがあって描いていらっしゃるのだとしたら、解剖学的な指摘はかえって野暮かなと思いますね。そして最後が全体バランスの印象なんですが、全体的に上半身のパーツが全て可動限界のギリギリまで動いていて、ちょっと力がこもりすぎている印象があります。それで若干リラックスした可動に変えてみたのがこんな感じです。改めて見るとちょっと太めになってしまったんですが、まずこんな風に反り返った動きですね。こういう流れはやっぱり力がこもっているような印象を受けるので、逆ラインで反りをなくしてみたのと、手首も最大の可動域に達していると思うので、ちょっと緩めてみてあげた感じです。そしてこの胸郭ですね。このバストの大きさも多分影響していると思うんですが、こう胸を思いっきり張っているので、横から見ると多分このくらいの可動になるかなという胸の張りなんですね。で、この首から下に垂直線を下げていくと、上半身と体の軸とに結構距離があるんですよ。これは相当無理している動きになりますので、軸に合わせて体をちょっと横にずらしました。そして全体的にこのイラストはおそらく煽りのアングルで、この下の猫ちゃんを見ているような状態だと思うんですけれども、そうだとすると目線がいまいち猫ちゃんの方向を向いていないのかなという感じがします。なので目線が合うように顔を少し傾けました。顔を傾けるとこの重心バランスとコントラポストがこの胸郭のアングルに対してもうちょっと自然になるかなと思いました。ただなんだろうな、この女の子ちょっと怒っていますし、それで意図的に力を込めている設定もあり得るので、これはもう全然このままでもありだなと思います。なのであくまでこれは力を込めるかリラックスするかを狙って描く技術だと思ってみてください。ということで、シエロ様ご応募いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。